こんにちは。バックウェルです。今回は、TT2 のレイドカードの一つである、フュージョンボム、通称、ボムの、使い方を解説していきます。ボムは、非常に高火力ではありますが、使い方を間違えると、全くダメージが出ないという、トリッキーなカードです。その扱いにくさゆえに、なんか難しそうだしやめとこ、なんて方も多いのではないでしょうか。でもそんな方でも、この動画を見れば、今日から一人前のボマーになれると思います。ただし、レイドに関する基本的な知識はあることが前提です。まずは、カードの効果について説明します。V をタップすると、1ヒットあたり、8% の確率で、ボムを設置します。設置されたボムは、2.75 秒後に爆発し、ダメージを与えるというものです。実際にやってみます。ボムが設置されました。爆発。こんな感じです。ここで一つ注意点があります。それは、ボムを設置した後は、その部位に触れてはいけないということです。ボムを設置した後、その部位に再びボムを設置した場合、タイマーがリセットされてしまうからです。このように、一箇所を狙い続けていると、タイマーのリセットが繰り返されてしまい、いつまで経ってもボムは爆発しません。なので、このように一定のリズムで、次の部位へ、次の部位へ、と繰り返していくことになります。一定のリズムって言われても、そんなんわからへんって方、安心してください。これには明確な基準があります。リズムといえば、そう、メトロノームを使います。冗談と思う方もいるかもしれませんが、これはマジです。アプリストアでメトロノームと検索し、アプリをインストールしてください。バックグラウンドでメトロノームの音が再生されるものなら何でもいいです。僕は、メトロノームビーツ、ってやつを使ってます。実物持ってるぜって方はもちろんそれを使って OK です。あとは、攻撃する部位数に応じて、BPM を次のように変えていきます。6V なら、103BPM。7V なら、123BPM。8V なら、144BPM がおすすめです。この数字は覚えておいた方がいいと思います。デッキの編成例はいくつかあるので紹介していきます。一つ目はこれです。最も使われるデッキであり、ほとんどの場合はこれで事足ります。3枚目の総サポートは、アーマー層を攻撃するのか、ボディ層を攻撃するのかで使い分けます。例えば、このように全てがアーマー層の時は、こっちを使います。6箇所以上が、どちらかの層で揃っている場合は、このデッキを使っておけば間違いないです。二つ目はこれです。一つ目のデッキほどではないですが、そこそこ使う場面があるデッキです。手足の層がバラバラの時はこのデッキを使います。具体的にはこんな感じの時です。肩と手がボディ層で足がアーマー層になってます。こんな時は、このデッキがうってつけです。三つ目はこれです。これは、正直あまり使う機会はありませんが、バフの都合によっては、これが最適となる場合があります。具体的には、バフが、バーストチャンスバフで、デバフが、サポートデバフ、などの時は、このデッキが最適になることがあります。ただし、ここでバーストカードを1枚消費してしまうため、バラージや、VM 時に、選択肢が減ってしまいます。全体のデッキ構成を考えないといけないという点で、やや上級者向けと言えるでしょう。最後はこれです。このデッキも、活躍するのは、かなりピンポイントな場面です。アフリクションチャンスバフの時、これを使うことで、ガスが温存できます。そうすると何が良いかというと、後でこのデッキを使うことができる点です。この動画の主題ではないので、詳しい説明はしませんが、影 3V と呼ばれる強力な攻撃が可能になります。ただし、ほとんどの場合このカードを使う機会がなく、腐り気味になるため僕は使っていません。デッキ候補をまとめると、このようになります。色々と書きましたが、よくわかんないって方は、1を使っておけば大丈夫です。実際、僕の使用頻度としては、1が 80%、2が 15%、3が 5%、4が 0% くらいです。さて、前置きが長くなりましたが次はいよいよ実践編です。まず、メトロノームアプリを起動し、144bpm にセット。セット
トできたら、再生ボタンを押します。音が鳴ることを確認できたら、アプリを閉じて、TT2 を起動。この状態で、ボムを使います。メトロノームの音に合わせて、次の部位へ、次の部位へ、と移っていきます。ボムの爆発と同時にその箇所に移動してくるというのが理想的なリズムです。ボムの爆発前に移動してきてしまっている時は、リズムが速すぎるので、しっかり音に合わせてスワイプしましょう。あと、次の部位へ移る瞬間は、できるだけ素早くするようにしてください。これが遅いと、ボムの爆発が遅れてしまい、せっかく合わせたリズムが無駄になってしまいます。結果は、2.9M でした。似たようなカードレベルのバラージデッキがこれです。これはもうボムを使わない理由はないですよね？ちなみに、シミュレーションの結果がこれです。平均を上回ってはいますが、まだまだ上を狙えるので、本番では何回かリトライしてスコア提出しています。いかがでしょうか？ボムは扱いが難しいものの、うまく使えば非常に強いカードであることがお分かりいただけたと思います。これまで、なんとなくボムを敬遠してた人は、ぜひ使ってみてください。メトロノームがめんどくさいって方も多いと思いますが、やってると、だんだんリズムを覚えてきます。そのうち、なくても平気になるので大丈夫ですよ。この動画で、ボマーが一人でも増えてくれれば嬉しいです。今回の内容は、以上です。ご視聴、ありがとうございました。